球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は超重要な大事件なのにもかかわらず全貌がはっきりと映像化されていないウルトラシリーズの歴史的な大事件を3つ軽く紹介解説させていただきます。ウルトラ大戦争、ギャラクシークライシス、ダークスパークウォーズ、それぞれバグレベルにどでかい大事件なので要チェックです。はい、ではまず一番認知されているであろうウルトラ大戦争、ウルティメイトウォーズとも言います。ウルトラ大戦争はギャラファイでちょろっとだけ映像化されましたけど、最初から最後までがっつりと映像化されたわけではないんですよね。時系列的にはウルトラマン太郎の本編の時から約3万年前の M78 ワールドで暗黒宇宙大皇帝エンペラ星人がとんでもない数の大怪獣軍団を率いて光の国に攻め入って戦争を仕掛けたというウルトラとんでもないはちゃめちゃな大事件です。もともとウルトラマン太郎の第25話で説明された大事件で、その時基準で3万年前なので、今はそこからさらに数千年経っているので、我々からしたら意味がわからないくらいの大昔ですね。ちなみにその頃我々の地球ではネアンデルタール人が絶滅したらしいです。とにかく本当にとんでもない戦いで、光の国側はウルトラの父であるウルトラマンケン、ベリアル、ゾフィーのお父さんなどのエリートたちの大活躍に加えて、ウルトラの長老たちが開発したウルトラベルの力が大きかったと言われています。一方のエンペラ星人側はぶっ飛んだ強さのエンペラ星人はもちろん、暗黒四天王でおなじみのデスレムやグローザム、メビウスの外伝に登場したエンリール星人などの活躍があったとされていて、戦力的にも光の国側を上回っていたらしくて、光の国を壊滅寸前まで追い込みました。でもウルトラの母であるモテモテウルトラウーマンマリーの一族が守るウルティメイトブレードを手にした剣が深手を負いながらもなんとかエンペラ星人にも大ダメージを与えて、怪獣軍団の方はチートアイテムウルトラベルで雑になんとかしたようです。長老たちマジで天才。そしてこの時の戦いの傷が剣とエンペラ星人の両方に古傷として残っています。なんとかかろうじてエンペラ星人と怪獣軍団を追い返すことには成功したんですけど、剣が深手を負ったりゾフィーのお父さんが亡くなってしまったり、光の国もぐちゃぐちゃになるという大惨事でした。こんなバグレベルの大事件が起こって、宇宙の平和を乱す奴らヤバすぎて笑ったってなって、皆さんもよく知る宇宙警備隊ができたり、ケンとマリーが圧倒的年の差婚を果たしたり、ベリアルがグレ散らかしたりと、後の世代にも大きな影響を与えた超重要なウルトラどでかい出来事でした。そしてケンを筆頭にウルトラマンに恨みを持ったエンペラ星人は、そこから3万年もの間傷を癒したり、インペライザーやアーマードダークネスの開発をしたり、ヤプールなどの新しい配下も従えて再び光の国を潰す計画を立てて、ウルトラマンメビウスの物語につながっていきます。ネアンデルタール人が絶滅してから西暦2007年まで復讐の計画を立て続けるって、冷静に考えたらヤバすぎですよね。とにかくがっつりと予算を取って5時間くらいの長編映画にでもしてバチバチに映像化してほしいと25年くらい思っています。はい、続いてはギャラクシークライシス。こちらはエンペラ星人とメビウスたちとの戦いの後から数百年後に起こったドン引き必至の大事件です。かつて宇宙を支配していたとされる劇的にヤバい究極生命体レイブラッド星人が亡霊としてしれーっと復活して、あのブルトンを使ってありとあらゆるいろんな宇宙と M78 ワールドをつなげて、そのせいでいろんな宇宙から怪獣や宇宙人たちが入り乱れまくりました。それがギャラクシークライシスです。とんでもない異文化交流ですよね、本当に。ティガ、ダイナの世界ネオフロンティアスペースとか、ガイアの宇宙とかコスモスペースとか N の世界とか、本当にいろんな宇宙と M78 ワールドがつながったので、生態系とかもここでぐっちゃぐちゃになります。で、怪獣や宇宙人たちが M78 ワールドに来たってことは、そうなんですよ、他の世界のウルトラマンたちも M78 ワールドに来ます。ティガ、ダイナ、ガイア、コスモスなどの違う宇宙のウルトラマンたちとザップと夢の共闘をして、この大事件をなんとか鎮めます。映像で見せてくれ。大怪獣バトルの時に M78 ワールドにゴルザやスペースビーストがいたり、無印銀河の時に太郎がティガのことを知っていたり、ウルトラ銀河伝説の時にみんながこいつ誰やねんってならずにダイナのことを知っていたのは、この大事件があったからなんですよね。もしかしたらニュージェネ作品にいろんな世界の怪獣が出現するのもこのギャラクシークライシスの影響なんじゃねとか、そういう妄想もできるロマンがある事件でもあります。そしてこの事件の後、大怪獣バトルの物語へとつながっていきます。こ
これもがっつりと予算を取って5時間ぐらいの長編映画にでもしてバチバチに映像化してほしいと15年くらい思っています。はい、では最後はダークスパークウォーズ。これはどこの宇宙で起こったかとか時系列的にいつなのかとかは2022年7月現在はっきりとは分かっていません。何も設定が追加されない限りはおそらくですけど作品順で考えてウルトラマンサーガと無印銀河の間くらいかと考えるのが自然かと思います。どういう事件だったかというと、ダーク・ルギエルというウルトラマン銀河のラスボスキャラがいるんですけど、彼は未来からやってきたんですよね。で、彼が生きていた時代に何か嫌なことがあったのかは分かりませんけど、過去に行って全ての生物の時間を止めてやろうというよくわからない決断をしてしまいます。未来から見た過去、要は現代に来て迷惑すぎることにそのとんでもない行為を実行するんですよね。全ての宇宙の全てのウルトラマンと全ての怪獣、宇宙人たちの時間を止める。具体的には全員を同時に人形に変えてしまうというもうバグレベルに意味がわからないことをやってのけてしまいます。父も母もティガも Z もガタノゾーアも全員です。あまりにも突っ込みどころがあり散らかす設定なので、さすがに静止扱いではないのではという一部のファンの意見もあるんですけど、これはれっきとした静止の出来事であるということがほぼ確定しています。本人たちじゃなくて別人ではみたいなこともよく言われるんですけど、 M78 ワールドのウルトラマンたちに関してはほぼそんなことはありません。本人です。しかもなんと1000年間も人形化したままだったらしいです。だからその1000年間はどこの宇宙にも怪獣もウルトラマンも誰もいなかったということになりますね。1000年前って我々の地球でいうと紫式部が源氏物語を書いていたくらいなんで、そう考えるととんでもない期間ですよね。この状態がウルトラマン銀河の頑張りで解除されて元通りになって今のウルトラの世界につながっていくわけですけど、正直謎が多すぎるのでこの事件について今後深掘りされたり新事実が明らかになるなんてことはないと言ってもいいと思います。こんな大事件にもかかわらず詳細がほとんど分かっていないっていうこともすごいし、これもがっつりと予算を取って5時間ぐらいの長編映画にでもして映像化してほしいと10年近く思っています。もし石油王だったら莫大な予算を寄付したいぐらいなんですけどね。はい、3つの事件をさらっと紹介解説してきましたけど、他にもクライシスインパクトというウルトラマンベリアルがサイドスペースという宇宙ごと消し飛ばそうとした事件もあります。これもウルトラマンキングが出なければならない大事になった事件で、光の国の選手たちもサイドスペースまでほぼ全員来てたり、今回の3つの事件と同じくらいヤバい大事件でした。この時の初代ウルトラマンのマッチョ具合もヤバかったです。本当に映像で見たいとしか言えないようなアホみたいな大事件ばっかりですよね。今後これらに匹敵するような大事件が起こったり、これらの事件がまさかの映像化されたりするかもしれないので、一緒に楽しみにしてみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。